はい。それではカメラの仕組みについて皆さんにご説明したいと思います。普段ね、写真とか動画を撮るときってのは、こうやってもう普通に iPhone とかでパシャって撮ったりとか、こういった一眼ミラーレスとかでパシャッと撮ったりっていうのが普通だと思うので、カメラってそもそもどういった原理でできているのかについてね、説明されたことは多分少ないと思うんですね。ただ、そういった仕組みを認識していないと、本当に綺麗に撮ることが難しいので、一旦ね、お伝えしたいと思います。カメラっていうのは基本的にね、今、これ僕の正面のカメラですね、を収めているんですけれども、明るさは適正値になっています。で、被写体が僕でして、この被写体に照明、この前と上と、で、あとは後ろからああいうスポットライトを当てているんですけれども、被写体にこの光を当てて、それが反射して、で、カメラの中に取り込まれるんですね。それで、やっとこの、いつも、皆さんが今見ている動画になっているので、この3つ、被写体と、この光と、あとはこのカメラのセンサーですね。この3つで、静止画だったりとか動画っていうのは収録されています。で、今ね、この僕たちが普段見ているような明るさ、もう適正値に露出を合わせているんですけれども、これをちょっとね、光を取り込みすぎてしまうと、白飛びしてしまいますし、逆に光を取り込みすぎていないと暗すぎてしまうんですね。なので、撮影時のこの露出を合わせるっていうことがものすごく大事になってきます。で、その合わせ方が3つあります。これも皆さん多分聞いたことあると思うんですけれども、ISO感度、ISO って言われてますね。ISO、ISO 感度って呼ばれていまして、あとは F 値です。で、3つ目がシャッタースピード。この3つで基本的に静止画だったりとか動画は露出を調整します。で、シャッタースピード。このシャッタースピードって何かって言いますと、基本的にカメラっていうのは、パシャンっていうこのシャッターのスピードによって光を取り込む量っていうのを決めるんですね。例えば、シャッタースピードが遅いと1秒とか、1ってシャッターなので、この1秒間の間に光が入ってくるので、より明るくなってしまいますと。ただ、このシャッターがパシャンっていうこの100分の1とか、本当に短い一瞬のシャッターだと光っていうのが全然入ってこないで暗くなるんですね。で、一方で F 値。これ開放、F 値を下にすることによって開放って呼ばれて、光を取り込む量が多くなります。絞りが広がるので、とても明るくなりますと。一方で絞る。この F 値を絞ると、より光を取り込む量が小さくなるので暗くなってしまいます。ただ、F 値をね、開放しておくと手前と奥がボケたりするんですけれども、絞るとピントがあったりとか、そういう F 値にはそういった作用があります。僕たち身近な例で言うと、結構その授業中とか、僕目が悪かったんですけれども、見るために例えば目をこうやって細めたりとか、細めにしたりとか、こうやって目を手でこうやってやったりとか、そうするとちょっとピント合うんですよね。その原理と同じです。絞りっていうのは本当にそういう原理と同じと思っていただけたら幸いです。で、次にですね、ISO ですね。ISO、ISO 感度に関しては、カメラ側のセンサーで、このセンサーの感度を上げることなんですよね。だから ISO をこうやって上げてしまうとですね、もちろん無理やり上げているのでノイズが発生してしまったりとか、そういうちょっと画質が荒くなってしまったりっていう現象が起きるので、なるべくこの ISO っていうのは最終手段って思っていただけたら幸いです。基本的には F 値とかシャッタースピードで調整して ISO を最後微調整で整えるっていう感じですね。なのでちょっと一回実際にカメラを使って見ていこうと思います。はい、今こんな感じでシャッタースピードが125分の1なんですよね。これシャッタースピードはこのような形でダイヤルでやるんですけれども、さっきお伝えした通り、シャッタースピード、今これ4分の1です。4分の1秒ごとにカシャ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 ってなってるんですね。ちょっと動いてもらっていいですか、翔くん。はい。こんな感じですと残像が残るんですよね。動きがちょっとなんかぎこちないですよね。これシャッタースピードどんどん上げていきます。ちょっと同じ動きしておいてください。はい。徐々に上げていきます。はい。これ今、50分の1です。50分の1回ごとにシャッターを切っているので、動きはもう至ってスムーズですね。
これ一応収録時は 4K の 24fps で撮影しているので、基本的適正値はこのフレームレートの約倍のシャッタースピード、いわゆる 24fps なんで、48分の1のシャッター間隔でこうやって切ると、自然に見えるというふうに言われております。なので今50分の1ですね。すごく動きが綺麗だと思います。でですね、これ ISO をじゃあ下げてみますね。ISO をマックス ISO を下げるとかなり暗くなってしまいます。じゃあこの F 値、絞りですね。絞りを今このレンズは F2.8 しか移動できないので、このクラスになってしまいますと。シャッタースピードを最優先に 24fps フレーム数なんで50分の1に合わせたら、基本的に F 値を開放にします。これでも暗すぎるっていう場合は ISO で被写体に合わせてあげると。はい。このような形で撮影をします。表情を映したい時っていうのはチョークに合わせればいいんですけれども、よくね、シネマティック表現になるのはちょっと後ろ姿にしてもらって、ちょっと後ろ姿をかっこよく撮りたい時に関しては ISO をむしろ下げたりして、ちょっと暗くして逆光チックにしてあげると。こうするとなんか後ろ姿がかっこよく映るんですよね。ただちょっと暗いのでちょっと明るくしてもらっていいですか？はい。こんな感じで、ちょっと外が明るくなると被写体だけが際立って、すごくかっこいい演出になります。こういった環境によって、その設定を変えるっていうのも、表現のね、延長線としては、すごくね、ありなので、ぜひね、意識していただけたらと思っています。はい。こんな感じで基本的にはシャッタースピードと F 値と ISO っていうのを、調整して、自分がね、伝えたいメッセージに合わせて明るさをね、決めていただけたら幸いです。はい。それではですね、今この F 値のこのボケ感と、あとはピントが合うというところ、でそれに合わせたこの3つ、この ISO と、そして F 値、シャッタースピードの調整をやっていきたいと思います。はい。今ね、このレンズが F2.8 のものなので、ボケが正直分かりづらいので、ちょっとレンズ変えたいと思います。はい。レンズは、一応この 50mm の F1.4 なので、F がね、これ低ければ低いほど光を取り込む量が増えるので、もちろんそれに応じてボケたりもするので、ちょっとこちらお見せしたいと思います。はい。こんな感じで 50mm の F1.4 をつけました。で、このレンズはね、少し特徴的で、ここのダイヤルで F 値を合わせるものですね。今、F10 になってて、ISO を2000にしてるんですね。でシャッタースピードが、これ 24fps で撮ってるんで、適正値50分の1にしましょう。はい。こんな感じですね。一旦 ISO を明るくするとですね、これフォーカスがですね、見てください。手前と奥しっかり合ってますよね。F10 だと。レンズをこれ絞っているので、もちろんピントはしっかり合っている状態。じゃあこれ絞りを開放していきます。明るくしていきます。今 F1.4 までなりました。そうなってくると光を取り込む量が増えるので ISO を下げたいと思います。下げます。適正値まで。はい。こんな感じですね。こうなってくるともう見ていただければわかるんですけれども、見てください。かなりボケてますよね。手前がボケていますし、奥、こちらもボケています。っていうこの F 値をこうやって開放させてあげると、それに応じて ISO で調整するし、F を上げると暗くなってしまうんで、その分また ISO を上げたりとか、シャッタースピードで調整したりってことをします。で基本的にはシャッタースピードを僕はね、動画撮影の上では一番最優先に考えていて、その次に F 値、ISO という順番になっています。はい。今ね、このシャッタースピード、ISO、F 値、この3つの調整で、露出を調整するお話をしたんですけれども、次にね、気をつけなければいけないのが、フリッカー現象でして、基本的に日中、外の撮影では、この現象を気にすることはないんですけれども、夜間の撮影、外の撮影になってくると、この今ね、照明、かなりいいものを使ってるんで、フリッカーは出ない構造になってるんですね。ただ、市販の今デフォルトでついているこの蛍光灯とか、外の、例えば自動販売機だったりとか、あとはビルの照明だったりとか、結構フリッカー現象が起こりがちなんですよね。で、フリッカー現象がどういったものなのか、ちょっと皆さんにお伝えしたいと思います。こんな感じで今、照明を撮影しています。はい。もう、しょっぱな出てますね。これ、シャッタースピードが800分の1です。
これフリッカー現象はなぜ起きるかっていうと、これ結構ギラギラしてるんですけれども、基本的にこの照明が発光する周波数とカメラのこのシャッタースピードが一致していないと、こういった現象が起きてしまうんですね。なのでこれを改善するためにはですね、今このフレームレートが一応24なので、本来この 24fps で撮影する場合に合わせるのは基本的に50分の1ですね。はい。50分の1合わせてみます。はい。見ていただけますと、50分の1だとフリッカーが起きていませんね。で、一つでも60分の1とかにするとフリッカーが起きてしまうので、基本的には50分の1だとフリッカー現象が出ないってことになります。で、この50分の1かで60分の1かっていう話は、もう本当に東日本と西日本によって分かれていまして、これはもう国が定めたこの周波数の違いですね。で、ここは今東京で撮影しているので、50分の1で問題はないんですけれども、西日本に行くと60分の1の周波数帯なので、ちょっとフリッカーの出るシャッタースピードがちょっと変わってくるんですけれども、この数字を覚える必要はなくて、本当にその環境に行った時に出ないシャッタースピードを選ぶっていうのが一番最適解だと僕は思っています。で、一応ね、今傾向とこれとって50分の1でフリッカーが出なかったんですけれども、これどんなにシャッタースピードを調整しても出てしまう場合があるんですよね。それどういう原因かちょっとわからないんですけれども、本当に安い照明だったりとか、今ネオンサインがあると思うんですけど、安いネオンサインとか結構その現象が出てしまうので、本当に仕方がない時は諦めます。ただ基本的にはシャッタースピードを一つ一つ見ていけば何も問題なく撮れると思っています。で、今 24p で撮影してシャッタースピード50分の1で適正値なんですけれども、これじゃあ FPS をですね、60p、これよく撮影する設定ですね。60p の場合ですと50分の1ではもちろん出ません。ただ、基本的に先ほどもお伝えしたんですけれども、フレームレートの約2倍のシャッタースピードが適正値ですので、これ今 60p なんで2倍だと120分の1なんですよね。はい。これ125分の1しか数字出てこないので、これフリッカー出てしまってるんですね。なので僕は夜間撮影するときっていうのは 60p だと100分の1でフリッカーが出ません。なので50分の1の2倍の100分の1だとフリッカーが出ないので 60p スローモーションで撮影したい時には、その倍の100分の1で撮影するようにしています。で、こうするとフリッカーが出ないので本当に皆さんが伝えたい表現とかがしっかりと、見てくれる人たちに伝わるのでフリッカー現象は意識して撮影してみてください。はい、そんな感じでちょっと友達の翔くんに手伝ってもらうと思うんですけれども、次はですね、ちょっと明るくするとですね、こんな感じで白飛びしてしまってると、もう ISO も下げることができずに F 値ももう調整することができないっていう時に何をするかっていうと ND フィルターっていうものを使いたいと思います。で、ND フィルター何かっていうと、サングラスと同じです。眩しい時に見えるようにするためのサングラスよくつけてると思うんですけれども、本当にその原理と同じです。これをレンズに取り付けるとですね、取り込む光を調整してくれるんですね。で、これをつけていないと今みたいな状況だと F 値を上げざるを得ないんですね。ってなってくると、外が明るい時に開放、ボケた表現ができなくなるので、外でもボケた表現を取るためにもF 値を開放にして ND フィルターで調整した上で撮影するってことが大事になってきます。で、これは基本的に夜間とかで使うことはあんまりないんですけれども、日中でやっぱり光量を取り込みすぎてしまう場合に ND フィルターを使います。じゃあちょっともう一回撮ってみましょう。こんな感じで今白飛びしてますね。ここに ND フィルターをかぶせるとこんな感じ。光の量を抑えてくれるんですね。はい。で、この ND フィルターすごく優秀でして、この ND フィルターは可変 ND なので明るさを調整できるんですね。2から5段階ですね。ポラープロさんの使っております。例えば、これ MAX5 段階。そして、こちらが2です。なので、こういうふうに明るさを調整する ND フィルターもあるので、ぜひ ND フィルターを購入したいという方は参考にしてみてください。でですね、あとこのND フィルター可変なんですけれども、可変 ND フィルターのデメリットは、色がね、変わってしまったりとか、ちょっとこの知らぬ間に調整されていたりとか、っ
っていうところがあるので、可変 ND フィルターが、スタイルに合わないという方は、可変じゃなくて、本当にもうフィルター一つだけで明るさが決まっているものを選ぶと良いかもしれないですね。ただ、僕みたいにこういった外で撮影したりとか、シネマティック表現をされる方っていうのは、基本的にこういった可変 ND フィルターはマストだと思っております。なので、ぜひこの ND フィルターをつけると、よりハイレベルな表現ができますので、ぜひ意識して撮影してみてください。はい、それではね、カメラの仕組みについては以上となります。ありがとうございます。